清春チャンネルです。第14回目の清春チャンネルは、知り合いが治るかな、ダメだったら捨ててと言って古い遅延草を2台持ってきました。早速動作を確認します。ものは日立製の遅延草 CS40E1 となっています。かなり古いモデルのようです。まずはプラグから火花が出るか確認をしてみます。自分で作ったプラグチェッカーです。といってもスチール製のクリッパーに導線をつないだだけのものです。火花はよく出ていますね。排気はちゃんと出ているようです。キャブレターのダイヤフラムの確認をしています。ダイヤフラムがかなり劣化してカチカチと音がしています。プライマリーポンプはご覧のように押すプラスチックの部分が全部溶けてなくなっています。この日立工機の遅延草は会社が日立工機から廃工機に変わり、2018年の10月の文章ではこの機械の部品は廃盤とするということになっています。ネットで随分調べましたが、同じ型のプライマリーポンプがなかったのです。どうしたものかと思いながらキャブを掃除しています。一晩キャブレタークリーナーに浸しておきました。ポンプを押すとガソリンがキャブレターに舞い、オーバーフローしたガソリンがチューブを伝って外に出ていた気がします。ネットで注文していたワルボロ製の WT139 というダイヤフラムのセットが到着しました。このフロートバルブは農機具屋さんは素人は手を出すなという難しい部品です。調整が微妙で今回も何度も調整をしました。今上下している金具の先にフロートバルブがあります。この金具が上に上がりが大きくなるとガソリンが多く流れます。ダイヤフラムの底についているへそのような金具がここを押してガソリンが流れます。プライマリーポンプは我が家に40年ほど前にあった私が混合ガソリンを入れずにガソリンを入れてしまい焼き付かせてしまったチェーンソーについていた気がします。このチェーンソーについていたシングルタイプのプライマリーポンプをネットで見つけられず、近頃の吸気と排気が別々に分かれているものと交換してみました。排気側のパイプを画面上部の上のパイプに接続しています。
このプライマリーポンプを4、5回も押せば、オーバーフローしたガソリンがパイプから出てくるのを記憶しています。今回何度も押してみたんですが、油が上がってきません。今つけているのが燃料タンクから上がってきている燃料ホースです。ご覧のように線を抜くとガソリンがポタポタと落ちるほどガソリンはちゃんと上がってきています。アクセルも正常に動いています。チョークはワッシャーがよくはまっていないのか、動作に抵抗があります。スターターボックスの中はチェーンオイルとおがくずで団子になっています。コイルの紐を引いたときに戻りが悪かったです。上がってこないガソリンに疑問を持ちながら、まずは組み立てて始動してみます。まずは試運転です。この遅延層がいつ頃まで正常に動いていたかは不明です。いやー、一発ではかかりませんでしたね。あのプライマリーポンプを押してガソリンが上がってこなかったのは腑に落ちませんでした。ガソリンを直接シリンダーに流し込むと指導するのですが、続きません。この調整が悪かったのかなと何度か回してみましたが、かかりませんでした。プライマリーポンプかなと思い、ついていたシングルのものにバルブを無理やりホットボンドでつけてみました。この遅延層の修理と並行して
もう一台のスチールチェーンソーと、私の所有するチェーンソー、3台のチェーンソーをこの2週間ほどで修理をしています。スターターの紐を何度も何度も引き、肩は痛くて疲れ切ってしまいました。修理の依頼人の友達には、部品の供給も終わっているし、私には無理なのでと伝えたら、わかりました。スクラップにしてください。との返事でした。それを聞いて、もう一度だけキャブをばらしてみようと試みました。キャブを改めとふと気がついたのが、この白いプラスチックの部分は何のためにあるんだろう。そして、この隙間があるのはなぜと思い、外したパッキンと比べてみました。剥がした古いパッキンと注文したパッキンを比べてみると、この小さな穴の部分が欠けていたのです。自分の観察力のなさを痛感しました。最初のキャブの分解の時に、ダイヤフラムの硬さばかりに注目をして、剥ぎ取った時に破れたパッキンの形をよく見てなかったんですね。ミニコーン機の修理で使ったオイルシールのパッキンがあったので、少し厚いのですが、急遽作って入れてみることにしました。ちょっと厚いのですが、形はそれなりにできています。これでかかってくれないかな、と希望を抱いています。フロートバルブも、この厚みの分だけ、ほんの少しだけ上げてみました。プライマリーポンプは相変わらず押してもガソリンがオーバーフローすることはありませんでした。スターターの紐を引きすぎて、肩と首がもう限界でした。エンジンがかかった時は嬉しかったですね。このキャブを分解した時によく観察をしていればこんなに苦労することはなかったのですが、まあこれも勉強ですね。首が少し悪かったので、この後調整しました。最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、いいねと登録をお願いしますね。次回の清春チャンネルは、DIY でキッチンの壁をうまく塗れる漆喰を塗ります。さて、上手に塗れるか見てね。